皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから939日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1130名、戦車14両、装甲戦闘車13両、砲23門、多連装ロケット1両、ドローン63機、その他車両55両となっています。戦線全体では、1日で194回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は 1.1 対1で、ロシア側の損失数に比べ、ウクライナ側はその 1.1 倍になります。ウクライナ側の損失は装甲戦闘車、ピックアップトラックが多く、反対にロシア側はバイク、乗用車が目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して、簡単にお伝えします。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ウクライナ主要情報総局のブダノフ長官は、エコノミストのインタビューで、捕虜となったロシア兵について語り、尋問すれば、多くのロシア兵は、最初は、偉大なロシアのために戦っているとは言うが、その大半は、金が動機で入隊したと認めていると述べ、金目当てで戦争に参加していることを述べました。また、記事によると、政治学者のイワン・プレオブラジェンスキー氏は、ロシア軍の給与がアメリカ軍の兵士よりも高く、ロシアは長期的にこの負担に耐えられないだろうと語りました。一方、野党系のメディアに登場したロシアの有名な軍事ブロガーは、ロシアの兵士たちは突撃兵にならないように、毎月指揮官にお金を払っていると説明しました。それによると、ロシア軍では安全な任務に就くためには、指揮官に毎月4万から7万ルーブル、7万円から13万円支払うことを求められ、この手数料は契約兵の給与の上昇とともに増加しているとのことです。さらに、現在ロシア軍では前線に配置される人員が不足しているため、特にポクロフスクで車両整備、ドローン操縦の仕事が不要となり、歩兵に次々転換されていると説明しました。最後に、記事では、契約兵は高額な給与につられ、前線で生きていくためには上納金を支払わなければならない。聖なる愛国戦争とは言うが、これでは血の商売だ。ロシア軍に志願する人物は、願望があるか、ヒストだけだろうと指摘しました。2番目。昨日の動画でお伝えしたように、RBC が、ウクライナ保安庁と国防情報部関係者からの情報として、ウクライナは国境から500キロ離れたトベリ州のトロペツにあるミサイル、弾薬の保管倉庫にドローン攻撃を行い、人類史上に残る大爆発が起きました。攻撃に使用されたドローンは100機以上で、保管庫には北朝鮮の KN-23、グラード、イスカンデルを含む数々のミサイル、弾薬が保管されていたとのことです。また、これにより、キーウでは、マグニチュード 0.5 から 2.8 の地震が17回観測されました。損害の程度はこれから明らかになると思われますが、数万トンの弾薬が爆発したのではないかとされています。ちなみに、これまでの核以外の爆発で、最大のものは、ベイルートで2750トンの硝酸アンモニウムが引火して爆発したものがありますが、今回はこれを超えるのは間違いないのではないかと思います。3番目。18日の正午頃、チェチェン人のグループがモスクワのオフィス街のビルを襲撃し、警備員と従業員の2名が死亡、10名が負傷しました。襲撃は
20人から30人の武装集団が突然オフィスの窓を割って侵入し、その後、建物内部で銃撃を開始したとのことです。襲われたのは、ロシア最大手の通販会社のワイルドベリーズ社で、記事によると、武装集団は会社を乗っ取り、倉庫建設の中止を主張したとのことです。グループには、アフマト部隊の元司令官で、チェチェン政府の副議長のビスムラドフなど、チェチェンの有名な戦闘員が3人いて、武装集団は治安当局により10人拘束されたと伝えられています。政治学者のガリアモフ氏は、この事件が象徴するように、ロシアの治安は崩壊し、独裁者は支配を失い、1990年のソ連崩壊の時と似ていると、その背景を説明しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は、大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など YouTube 用に最適化した表現でお送りしますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから43日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最低気温8度、最高気温23度。今日の天気予報は晴れとなっています。グルジボ方面、コレネボ方面。この方面では双方が攻撃を行い、双方が前進しています。ウクライナ軍の第225突撃大隊は、ロシア国境を突破した時の映像を公開し、作戦にレオパルド2戦車と CV90 装甲戦闘車を使ったことが判明しました。ウクライナ軍は光学車両を使い、地雷原とドラゴンの歯と呼ばれる障害物を取り除き、その後ロシア領内を前進する様子が確認できます。1番目。位置情報付きの映像によると、ノビプットの西側の地図で示した場所では、ウクライナ軍の偵察車両に対し、ルシアン軍が応戦して、ウクライナ軍のコサック装甲車両が破壊された情報があり、ウクライナ軍がノビプットを起点に、西側にも攻撃を開始した可能性があります。その範囲を係争地として設定し、戦況図を更新しました。2番目。ベセロエでは、ルジアンの軍事ブロガーによると、ウクライナ軍が駐屯地を包囲しようとしているとの情報があります。ウクライナ軍は、ベセロエの集落を占領せず、駐屯地のルジアンの動きを封じ込める作戦を行っている模様です。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍は、駐屯地にある対戦車砲台を破壊したところが確認できます。戦況図に変更はありません。3番目。メドベジュの西では、ウクライナ軍の戦車がルシアン軍の拠点を攻撃し、突破を図っています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第95エアアサルト旅団のもので、地図の場所にあるルシアン軍の陣地を突破しようとしているところとなります。この陣地は突破され、ウクライナ軍は前進した模様です。戦況図では、この範囲までウクライナ軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は14平方キロほどになります。4番目。また、ウクライナ軍はグルジュコボの集落の端にいた BMP 歩兵戦闘車をドローンで破壊し、ルジアンはこの集落で待ち伏せしていることがわかります。ご覧いただいているのはウクライナ側の撮影したもので、地図で示した場所付近の様子となっています。この場所の手前まで、係争地として戦況図を更新しました。この付近のルシアン軍は、補給が細い中で、西と東のウクライナ軍に対処する必要があり、困難な状況となっています。5番目。昨日の動画で、この付近で森の妖精が現れた場所が判明し、オルゴフカの南の地図の場所であることが判明しました。また、複数の情報によると、ルシアン軍は、スナゴストの南にあるアパナソフカ、ペクホボ、ビネザプノエ、ビクトロフカ、ゴルデーフカを奪還し、
ウクライナ国境近くまで前進し、東に前進しました。ウクライナ軍は、このラインから撤退して、戦局を大きく動かし、ロシア軍に攻撃をさせ、消耗を誘うことを選択した模様です。その範囲を、ウクライナ軍の占領地からロシア軍が占領したとして、戦況図を更新しました。これにより、ウクライナ軍の占領地は130平方キロほど縮小し、ロシア軍の奪還した面積は85平方キロほどになります。6番目。また、コレネボの南の郊外では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍がここでも攻勢を仕掛け、こちらは無理な攻撃で撃退されました。兵士は、コレネボの後方で歩兵を展開させ、歩兵は平地の真ん中を走って前進し、ウクライナ軍の砲撃で全滅に近い損害を受けました。兵士を下ろした BMD 歩兵戦闘車もウクライナ軍に破壊されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第22機械化旅団のもので、地図で示した場所付近で、ロシア軍の空挺部隊が車両から降ろされ、平地を突撃している様子の一部となっています。空挺部隊の BMD 歩兵戦闘車が撃退された場所付近は係争地でしたので、その部分をロシア軍が奪還したとして、戦況図を更新しました。7番目。反対に、ウクライナ軍は、リュビモフカに攻撃を行い、位置情報付きの映像と複数の情報を総合して、集落の7割程度を再占領しました。その後、ロシア軍は、遅ればせながら、リュビモフカの北の郊外で反撃を行いましたが、効果はありませんでした。ご覧いただいているのは、ロシア軍の撮影したもので、地図の場所を走行している戦車の様子となっています。戦況図では、戦車が登場した場所を、ウクライナ軍の占領地から係争地に更新し、また、リュビモフカの東側を、係争地からウクライナ軍が占領したとして戦況図を更新しました。スジャ方面。昨日の動画でロシア軍が前進した可能性があるとお伝えしたボルキからスパルノエでは、位置情報付きの映像によるとウクライナ軍が撤退してロシア軍が入りました。ご覧いただいているのは地図で示した場所の様子となっています。戦況図では、裏の区、ボルキはロシア軍が奪還し、スパルノエは係争地として戦況図を更新しました。面積は48平方キロほどになります。なお、ハルキウ方面では、ボフチャンスクで地上戦の報告がありますが、戦況図に変更はありませんでした。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で13回、スバトベクレミンナ戦で14回、シベルスク周辺は2回、チャシフヤール周辺で10回、トレツクの方向に15回攻撃を行い、次に述べるトレツク以外ではウクライナ軍が撃退し、ルジアンの前進は見られませんでした。トレツク方面。トレツクの市街地では、家1軒単位でルジアンが前進しています。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の砲撃位置から、ルジアンは地図の場所で前進しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍第100機械化旅団のもので、地図で示した場所の様子となっています。戦況図では、トレツクの通りの南側で、ウクライナ軍の攻撃の確認された手前までの範囲をロシア軍が占領したとして、戦況図を更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面で51回、クラホフ方面では49回、ブレミフカ方面で6回攻撃を行いましたが、ルジアンは攻撃回数は多いものの、この日はウクライナ軍を突破することができず、戦況図に影響のある情報はありませんでした。後方地域。1番目。9月15日になりますが、ルハンスクのロシア軍の演習場に
ハイマースが飛んできて、その時、訓練を行っていたルシアン軍の車両が破壊され、ルジアン12人が地獄に召された情報があります。フォーブスによると、この訓練施設では、今年2月以降、ルジアンを狙った攻撃が半年間で3回目となり、すでに100名以上のルジアンが地獄に召されたとのことです。2番目。9月14日の動画でお伝えしたマリウポリの弾薬庫のその後の映像が公開され、画像では全てが吹き飛んだところが確認できます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。この方面で、ルジアンはザポリージャ方面で8回、ドニプロ川の三角地帯で4回攻撃を行いました。フリアイポール方面。位置情報付きの映像によると、マフォピルの集落でルジアンが攻撃を行い、前進しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第102郷土防衛旅団のもので、地図で示した場所で、ルジアンを観察している様子となっています。占領というイメージからはほど遠く、ルジアンが歩いているだけですが、その範囲を、係争地から、ルシアン軍の占領地として戦況図を更新しました。今日は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。普段はこのチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。